俺はそれの時点でもう神、っていうのが俺のもう結論なんでね。で、読み合いすらもモダン化してるなと思ってる。はい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 。格ゲーの本質って結局これなんですよ。今作についての正直な評価を聞きたいです。私自身このゲームに思うところは多々あるんですが、プロゲームは口揃えて神6だのモダンは神システムだのポジティブな内容しか言いません。冷静に考えてブロッキングが嫌いな人間だったらリバーサル出て決まったら画面発せよジャストパリーなんて嫌いに決まってるし、嫌いなら嫌いって言ってほしいという気持ちが強いです。梅原さんにスト4と5と比較した今作の現在の正直な感想を聞きたいです。叩き台として自分の評価なのですが、どのキャラのどの組み合わせでも柔道と柔道の逆択をいかに通すかという内容なので、見た目が違うなんだなんだろう、コンパチコンパチのかなバトルにしか思えない。コンパチバトルって何？画面中央のドライブラッシュかな、7重なる置き攻めの見てから無敵を出すか相手が止まるかの攻防がループ性が高くてくだらない、インパクトは極端に余命の質を下げてつまらない。見てから返すのが回答なのに相手はどこで出してもいいか気分と噛み合うかで5割消し飛ぶやり取りになる。技強度がないせいで相手のフリーフレームに打ち返すと技強度がないせいで相手のフリーフレームに打ち返すと小技からリターン取られる。フレーム噛み合った時にね。こんな感じで自分の感想としては弱みという個性を失ってシステムで全員同じことを続けるゴミゲームですかねという結論になりました。皆さんの意見をお聞きしたいです。まあネガティブですねこの人は。まあよっぽど嫌いだね。まあ、結論から言うと人が多いから、もう俺はそれの時点でもう神なんだよ。でその人が増えるためにやった調整というかゲーム性が玄人にとって面白くなかったとしても俺はそれは OK って思う方なの、昔からそうなの。ちなみにこれは、流行ってるゲームこそが思考、それはかそってるゲームも散々やったことがあるから、かそったら終わりなんだよね、でだから流行ってるんだからじゃあ多くの人に受け入れられてるゲームなんだっていうことで自分の好みは一旦置いといて、それはもう受け入れられてるんだったら素晴らしい、だから俺が何か意見を言うとしたら受け入れられなくなる可能性があるぞっていう意見を言うわけよ。つまりは全部そこなの、流行ってるんだったら何でもいいわっていう、で麻雀をやるときに思ったのは、このゲーム麻雀って運の要素が強いから、絶対に格闘ゲームよりも安定しないわけですよ。安定しないね。それは絶対そう。どんな強い人だって格ゲーに比べたら勝率は下がる、格ゲーの強い人に比べたらね、でそれを言われたことある。麻雀って安定しないのになんでこんな格ゲー勝ってる梅原がわざわざ麻雀やるのって言われたことあるんだけど、いや人が多いから安定性はどうでもいい。なるほど、人がいなかったらそもそも勝負にならないんだから、多少その運の要素が強かろうがなんだろうが、人が多いところでやるのが絶対いいっていう、その中でそのいかに安定しないのを安定させるかとか、存在感出すかっていうことに意識を割けばいいだけだから、安定するとかしないとかどうでもいい、っていうのがあるわけ、だから受け入れられてる、要するに麻雀が広く受け入れられてるんだったらそれはもういいゲーム、っていうのが俺のもう結論なんでね、でスト6はプレイヤー人数が多いからいいゲーム、いいゲームというかそのそうやる価値があるゲーム、やる価値があるゲーム、そうで柔道と柔道、要するに柔道、この柔道とかループが嫌だって話だよね。これはでも多分思ってる人結構いると思う、正直。俺もいると思うよ、特にプロで、この人が言うように褒めてるけど口では嫌だなって思ってる人は俺結構いると思う、正直、確かに差が出ないんですよ、柔道もそのドライブラッシュを絡めたループも差は出ようがないんですよ、シンプルじゃんけんだから決められてるからね。そうそれはそうだと思うんだけど、結局でも格ゲーって、さっきもちょっと似たような話になったけどじゃんけんなんですよ。それがそのじゃんけんの仕組みを理解してるかどうかで、そこは結構敷居になってたりして、そうだね、実はこのゲームこういうじゃんけんなんだけど、それは上手い人しか知らないとか、だからこの人はいや見た目一緒じゃん、なんかみんな一緒じゃんって言うけど最後は全員こうなるんだよって話、そう最後はみんな同じことしてるんだよ、ただそれの過程があるかないかな、そうだから俺はスト6ってのは読み合いすらもモダン化してるなと思ってる。でもそれって面白いね。そうなるほど。そうでも結局それって今まで
一部の情報強者だけがそうだね。知ってたことを一部のやつらだけでやってたから、不満が出なかっただけで、格ゲーの本質って結局これなんですよ。ずっとじゃんけんなんですよ。そうだそれをみんなに分かりやすくして伝えて、これが格ゲーですよっていうのを分かってもらった結果がこれだから、確かにちょっと見た目は単調かもしれないけど、まあこれが格ゲーの本質って言っちゃうしかないんだよね。っていうかさっきの梅ちゃんが言った人が多いイコールそれが魅力があることなんだっていうのに全部つながってると思うよ。まあまあそうだってその一部のさ情報強者が利用したものをもうちょっとそこを引き下げたことでさ、みんなでいろんな人がみんなで楽しめるわけじゃない共有してくださいっていうことだから、だから強者側の意見の方からするとその浅さを感じる部分はあるのかもしれないけど、けど差つかないじゃんみたいな違う視線で見るとね、そう俺はどうせ別にみんな最後並ぶんだからいいじゃんって思っちゃう子だから、そうだからまあいいんじゃない。ただねその投げでしか勝つルートがないのはどうかとは思う。その別にこれで終わっていいんだけど、それは俺もすげえ思うな。これで終わっていいんだけどせっかくドライブラッシュっていう、ドライブゲージっていう、いいシステムを作って、これいいシステムだと思う。いいシステムだと思う、だからバーンアウトにもうちょいペナルティー持たせるとか、削りルートを用意するとか、例えばその秋に関しても毒で体力減るのよ、これって結構な個性なんだけど、毒フィニッシュないんですよ。毒フィニッシュありにするとか、それやっぱルートを用意してあげる。カタンでもさ全員ロンゲストロードで狙ってたやつだったらクソつまんねえじゃん。そうなんだよ。全員道置いてさ、そうなんだよね。それはそう。ロンゲストもいる、チャンスもいる、なんか街を増やすやつもいる、貿易するやつもいるとかっていうのはそれぞれの勝ち筋を追うからおもろいからね。追うから面白いわけで、だから全員投げになってるっていうのはまあ分かりやすさを伝えるためだとは思うんだ。だからもしかしたらそれを複雑というかもっと勝ち筋を増やしちゃうと今楽しんでる人たちが、なんかこのゲーム難しいってなっちゃうかもしれないから、これは両立しないのかもしれない。で両立しないぐらいだったら俺はじゃあ分かった柔道選んでくださいって感じなんだけど、人が減るよりいいと思ってるから。でも両立させれるんだったらなんかもうちょっとルート欲しいなとは思う。でもパリがあるんだからさ普通に削れてよくね。飛び道具とかね、削れて死んでよくね。そう思います。ですよね。でバーンアウトした時って通常技で削れていくね。私はそう思います。まあでも変わっていくと思うけどなその辺は。あえて簡単っていうかあえて大雑把にしてるところあると思う。そうかそうか。一作目だからなんか楽しんでもらうために。あと俺はもうよく言ってるのは端で殴ってバーンアウトスタンでいいっす。はいはいはい。ガーキュラは端でこっちが殴ってスタン、ガークラシがバーンアウトでいいっす。もうスタンでいいっす。本当にそれならね結構ルート変わるんですよ。いろいろ柔道だけじゃなくなるんですよ。だって一番やばい状況ってインパクト返せないっていうことぐらい。要するに今はねポチで返せないことだね。その今ってそのインパクト当てるって2個必要なのよ。壊してインパクトまで当てなきゃいけない。そうなんだよね。でもそうなんだよな。でも M だとそれほとんど効かないし、相手が M ボタンだとね。あと当て身キャラそのマリーザあとそのボスが JP なんだけど、当て身からはとんでもない減らされちゃうの。そうかそうか。これから当て身ノーマルからノーマルから EX じゃなくてノーマルからいけるんですよ。インパクトはマジ取れるのよ。投げは取れないよ。投げは取れないけどインパクト取れるのよ。取れるんだ。3フレから取れるのかな。でそれ噛み合っちゃうととんでもなくなっちゃう。終わりっす。なんでなるほどね。だったらもう殴ってバーンとでスタンでよくねと思っちゃう。まあそうだね。そこで格差生むぐらいだったら。いや中央だったらまあそれはねなくていいと思うけど、例えばだから中央でバーンとしたらバーンとかその後ろこう要は中央でインパクトこうやったみたいな感じにしてバーンって下がってってでその後バーンと継続みたいな。で柱殴ったらそのままバーンってなってパリーンってなってビヨビヨビヨでいいよね。そうだね。全然それでいいと思うけどね。それだったら前に出るよね。結構変わると思う。だったら前に出るよ。結構変わると思う。ぐらいかな。でもまあおおむねというかまあ基本的にはいやで忘れてこの方にも諦めてほしくないのは1年目だから。こっから挑戦だっていろいろあるんだし、システム名だってまだ分かんないしね。そうだからそういう部分も楽しんでいただければと。